皆さんお元気でしょうか。数字と申します。今回はアニメからかい上手の高木さんの聖地、香川県小豆島で待望の高木さんコラボが始まったので聖地巡礼に行ってきました。その様子を写真とともに振り返っていこうと思います。それではよろしくお願いします。高木さんの聖地巡礼は島の外からすでに始まっています。JR 高松駅から徒歩5分。高松港で今回の高木さんコラボの目玉の一つ、高木さんのラッピングフェリーがお出迎えしてくれます。高木さんの大きさにコラボの本気度が伺えますね。もちろん外だけではなく、船内も高木さんたちが出迎えてくれます。高木さんと西方はもちろん、まのちゃんや中井くん、みなちゃん、さなえちゃん、ゆかりちゃんなど、他にもいろんなキャラクターが描かれているので、ぜひとも実際に見てみてください。さて、高木さんと共に海を渡ること1時間。ついに小豆島土庄港に到着です。早速、高木さんの巨大横断幕を発見。まるで街のシンボルのよう。運が良ければ、港のロータリーで高木さんのラッピングタクシーが見れるかもしれません。高速艇乗り場の2階に、高木さんとコラボした土庄ベースがあります。中に足を踏み入れると、早速高木さんのほぼ等身大パネルがお出迎えしてくれます。見慣れたセーラー服バージョンと女神バージョン、どちらも最高に可愛いです。また実際に学校で使われていた机や椅子、黒板を模したブラックボードなどが置かれており、ここを訪れたファンがメッセージを残せるようになっています。他にもアニメツーリズム協会から贈呈された認定証や御朱印、小豆島内でしか買えない高木さんのオリジナルグッズやそうめん、ごま油、オリーブオイルなどが置かれています。そして忘れちゃいけないのが高木さんのガチャガチャです。島内に3カ所設置されたガチャガチャからは各場所でしか手に入らないシークレットがあります。3カ所全てで回したんですが、僕はシークレット1つしかゲットできませんでした。ちなみに土庄ベースの横にある土庄港観光センターの中で、高木さんのオリーブオイル、ごま油、クリアファイルなどが買えます。小豆島限定の品ですので、聖地巡礼の思い出に購入してみてはいかがでしょうか。そしてレジの横には女神高木さんがしているオリーブの冠がレンタルできるそうです。ということで僕も被ってみました。苦情は受け付けません。さて、気を取り直して、ここからは島内の聖地を巡っていきましょう。まずは高木さんや西方くんたちが通っている土庄中学校です。この日はあいにくの雨でしたが、まだ桜が残っていたので、アニメと同じような構図で撮ることができました。一期のオープニングに登場するこのカットは、小学校の裏手にある富岡八幡宮の階段から一望できます。土庄中学校のすぐ近くにあるオリーブオイル専門店イズライフ、こちらでは2期メインビジュアルを使用したオリーブオイルが購入できます。とても素敵なパッケージですので購入してみてください。続いてはオープニングや1期8話の台風会に登場する高木さんが風の王になった八幡橋です。ここに来るとついついハイテンションの高木さんの真似をしたくなっちゃいますね。風よもっと吹けってね。八幡橋を少し南に行くと、高木さんが西方に勉強を教えたり、西方が高木さんにお土産を渡した図書館があります。中には山本宗一郎先生のコーナーがありました。高木さんの漫画はもちろん、アニメや CD も貯蔵されていました。図書館を出てすぐのところに戸淵海峡があります。こちらは世界一狭い海峡としてギネスブックにも登録されていますが、西方がバースデーケーキを買いに行ったり、お土産会でいつもの神社に向かう最中にも登場しています。お次は戸淵海峡の横にある迷路の町です。この付近にはアニメで登場したスポットが点在しています。一気に紹介していきましょう。
迷路の街の中にある観光スポット、妖怪美術館。実はここも高木さんに登場しています。高木さんの後ろに描かれた妖怪が見事に一致しています。何気に再現度が高いですね。近くにある妖怪美術館の販売所では、ここでしか手に入らない高木さんのオリジナルクリアファイルがあります。ぜひともゲットしてください。妖怪美術館の近くに大川商店という薬局があります。アニメ2期5話で高木さんが帰り道ガチャガチャを回すシーンに登場しています。ここには高木さんと殿省庁がコラボしたオリジナルのガチャガチャが設置されています。アニメ同様、高木さんの気持ちが味わえるかもしれません。ここにもシークレットが一つありますので挑戦してみてください。僕はゲットできなかったので僕の分まで頑張ってください。野淵海峡を少々北に行った住宅街にも高木さんの聖地があります。こちらは1期オープニングでみなちゃんたちクラスメートが通過していく際や1期5話の本屋さんで高木さんが西方に告白する場所でもあります。僕はこの高木さんが告白するシーンを見て人生が変わったと言っても過言ではないので本当に感動しました。こちらも1期5話の本屋さんに登場する実際にある本屋さんです。外観がそっくりですね。聖地巡礼の記念にこちらで山本先生の漫画を購入しました。店内には山本先生のコーナーがあるので立ち寄ってみてください。さて突然ですが、この写真はどのシーンで使われているか分かりますか？この写真を反転すると正解は1期11話クリティカルの場所です。アニメでも 1,2 を争う名場面、僕も高木さんが可愛すぎて号泣したのを覚えています。本屋さんをしばらく南に行くと小豆島でも有数の観光地エンジェルロードがあります。ここは恋人の聖地としても知られており、大切な人と手をつないで渡ると願いが叶うと言われています。高木さんが西方の手を取って渡るシーンはとても印象的ですね。こちらはエンジェルロードにある観光案内所です。ここには高木さんのクリアファイルやそうめん、ガチャガチャがあります。2018年に聖地巡礼に来た時、ここの観光案内所の方に大変お世話になりました。本当にありがとうございます。続きましては鹿島海水浴場です。この近辺にも高木さんの聖地が点在しています。鹿島海水浴場に隣接する歩道は1期8話のマラソン会で使用されています。ちなみに2期のティザービジュアルである鯉のぼりを持った高木さんもこの付近が使われています。さて鹿島海水浴場から歩いてすぐ、高木さんを語る上で絶対に外せないスポットがあります。アニメ本編にも幾度となく登場している鹿島明神社です。1期オープニング、2期オープニング、雨宿り会、お花見会、お土産会、大事なお悩み会などなど、高木さんの聖地巡礼を語る上でとても重要な場所です。それでは順番に参りましょう。鹿島明神社の鳥居をくぐったすぐ横に公園があります。こちらの風景は1期オープニング、2期のオープニングでもおなじみですね。なんと今回偶然にも車体前面に高木さんの装飾を施した車、高木車で聖地を回られている方にお会いしました。記念に写真撮影をお願いしたら快諾していただきましたので投稿させていただきます。ボンネットにはドッジボールでボールを高く投げる高木さん、側面には水着姿でからかう高木さん、背面は2期最終回で西方が高木さんの手を握るところです。どの高木さんも最高に可愛いです。車内も撮影させていただきましたが、多数のグッズはもちろん車内で高木さんが見れるようテレビも積んでありました。オーナーさんは定期的に小豆島に行かれているのでタイミングが良ければお会いできるかもしれません。今回は本当にありがとうございました。さてそれでは聖地巡礼に戻りましょう。鹿島明神社の鳥居をくぐった右手、こちらは2期3話のお花見会で登場しています。実際の場所でも春になると綺麗な桜が見れます。神社へと続く階段を上り、振り返ると1期オープニングと同じ場面があります。こちらもかなり再現度が高く驚かされます。そしてこちらが鹿島明神社の御社殿です。宮司さんはおられませんが、
地元の方が丁寧に手入れをされており、とても綺麗な神社です。ここは原作やアニメの様々な場面で使われています。境内にある絵馬を奉納する場所には、地元の方はもちろん、たくさんの高木さんファンの願いが書いてありました。ちなみに2期の七夕ビジュアルもこちらで撮影されています。境内には地元の方のご厚意で自由ノートが設置されています。聖地巡礼の思い出を記帳してはいかがでしょうか。もしかすると高木さんの思い出も見ることができるかもしれません。御社殿をぐるりと一周するとお悩み会のカットがあります。西方が勇気を見せるところや高木さんが甘えるところ、アニメでも屈指の神回ですね。こちらは鹿島明神社すぐ近くの駐車場です。高木さんと西方がよくジュースを買う自動販売機、実際には設置されていませんでした。よもぎジュース飲みたかったなぁ。さて、聖地巡礼も終盤です。鹿島明神社を出てさらに南に行くと短いトンネルがあります。こちらは柳水道です。アニメ1期6話肝試し会で登場しています。高木さんと西方が初デートをした場所ですね。とても短いトンネルなので肝試しには不向きですね。トンネルを出ると虫取り中の兄弟が高木さんと西方をからかうところがあります。柳水道を出てすぐ左の道、こちらは1期オープニング中タイトルロゴが出るところです。春になるとアニメ同様石垣の上で咲く桜を見ることができます。柳水道を出てさらに西に行ったところ、こちらは2期最終話で高木さんと西方が線香花火をしたところです。最終回のラストシーンを思い返すと胸が熱くなります。街の中心からかなり離れているのでなかなか行きにくい場所ですが、いつか夜に訪れてみたいなと思います。小豆島の最西端にある聖地巡礼スポット、そして最難関スポット、長い階段と山を登った先にあるもの、それが重ね岩です。観光スポットとしても有名なこの場所はアニメには登場していませんが、原作14巻の表紙でおなじみですね。原作でも高木さんが言っている通り、とてもいい眺めなのでぜひとも訪れてみてください。アニメの3期があったら絶対に登場してほしいですね。それでは引き続き小豆島町にある高木さんの聖地を紹介していきます。小豆島町にある一番の聖地といえば、やはり小豆島ふるさと村ファミリープールです。 OVA で発売されたウォータースライダー界でおなじみです。プールの中にはウォータースライダーはもちろん、カエルの滑り台もそっくりそのままありました。完全に一致ってやつですね。ちなみにエンディングのスタッフロールで西方と中井くんが流しそうめんを食べていましたが、ふるさと村の中で販売していました。また高木さんが食べていたソフトクリームはエンジェルソフトと呼ばれ、妖怪美術館の前にある405カフェというところで実際にいただくことができました。残る聖地もあとわずか。続いては道の駅小豆島オリーブ公園です。ここはもともと実写版魔女の宅急便のロケ地として有名です。この道の駅にあるギリシャ風車が1期オープニングにちょこっと登場しています。ちなみに同じくオープニングに登場するこの太陽の贈り物は土の商港にあります。ギリシャ風車を少し登った先にオリーブ発祥の地があります。ここから街を映した風景が1期9話に登場しています。今回は叶いませんでしたが、夜に訪れてみたいですね。小豆島の東にある超有名な観光スポット、二十四の瞳館。その付近にあるこの歩道は1期エンディングで高木さんが自転車で走り抜けていくところです。瀬戸内の海を眺めながら自転車を漕ぐととても気持ちいいでしょうね。さて、高木さんの聖地巡礼の旅、次がいよいよラストです。トリを飾るのはやはりこの場所。2期最終回に登場した富岡八幡神社です。原作未登場の夏祭り会、このオリジナルエピソードに感動した方も多いかと思います。この石段は高木さんと西方がはぐれた後再会するシーンです。大原ゆい子さんの君と光を聞きながら登ると感動もひとしおです。こちらは高木さん視点の写真です。結構きつい階段なので
西方の真似をする方は周りの方の迷惑にならないよう、そして怪我をしないよう気をつけましょう。個人的にはこの階段を降りた先の眺めが絶景ですので、ここでゆっくりと高木さんに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。石段を降りた先に最終回でも屈指の名シーン、木村が西方に高木さんの居場所を教える桟敷があります。一緒に聖地巡礼をしていた友達が木村と高尾になりきってくれました。構図が完璧すぎます。撮影させていただきありがとうございました。また石段を降りていく途中にまのちゃんや長井くんが花火を見ていた桟敷があります。こちらも実際に存在しており、現在でも祭りごとの際には観覧席として使用されているそうです。いつかここで実際に花火が見れる日が来ることを切に願っています。からかい上手の高木さん、聖地巡礼の旅いかがでしたでしょうか。実際に小豆島に来てみると、島の穏やかな時間と高木さんの優しい世界観が見事にマッチしていると感じました。今回の高木さんと小豆島都農町のコラボ、地元の方の思いが実を結んだ結果だと思います。高木さんファンとして感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。まだ小豆島に来られたことがない方、いつか必ず訪れてほしいと思います。概要欄に個人的に作成した高木さんの聖地巡礼マップやブログを貼っていますので、よかったら参考にしてみてください。そしてこの動画がいいと思ったら高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。